皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1134日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1410名、戦車10両、装甲戦闘車24両、砲24門、ドローン43機、その他車両41両となっています。戦線全体では216回の地上戦の報告があり、ロシア軍は作戦のペースを上げています。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。ロシア国営企業のルスナノはデフォルトを宣言しました。インターファックス通信や同社の公表資料などによると、3月末に支払う予定の社債の利息10億ルーブルが技術的問題により社債保有者に届かなかったとしています。社債はロシア政府の保証があり、同社では支払いは10日以内に改めて行うとしています。ルスナノは水素製造など分子レベルの技術開発を行うロシア国営の企業ですが、技術開発に失敗して1000億ルーブルを超える損失を被り、国が拠出した資本が全て失われたことが判明しました。2022年3月からロシア治安当局が会社経営を掌握し、2023年の10月頃に一度破産の噂が流れ、今年1月には旧経営陣10人が逮捕されました。会社発表では、損失は2000億ルーブルを超えていたにもかかわらず、昨年5月会社は短期債務の返済ができる資金があると発表していました。2番目。ロシア軍の疲弊は回復不能な状態となり、特別軍事作戦の失敗は時間の問題となりました。軍事専門家で、ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ所長は、3月のロシア軍の損失についてまとめて公表しました。まず、兵士の損失は4160人となり、12月1月の48000人台ほどではありませんが、高い水準となっています。そして、1平方キロメートル占領するために失った兵士は315人と、記録的な水準となり、2月190人、1月150人、昨年は128人と比べ、驚異的な損失の増加となりました。コバレンコ所長は、これは全く驚くべきことでなく、昨年予想した通りの結果だ。ロシア軍は明らかに火力支援が不足しているためで、戦車が枯渇し、機動力のない大砲で不足する火力を補おうとした。すぐに見つかり破壊され、今度は多連装ロケットを前線近くに配置せざるを得なくなり、現在ではせいぜい対空砲が火力支援となっていると説明しました。今後については、ロシア軍は引き続き疲弊の道を歩み続けるしかない。ロシア軍はタリバン以下の装備が主力で、タリバンですらランドクルーザーが主力だったが、ロシア軍はニバ、ジグリ、ブバンカ、最近では電動スクーターだ。もはやソ連の崩壊よりも深刻な危機にあり、ソ連崩壊を達成したゴルバチョフですら達成できなかった新たな地平を切り開くだろう。ロシアの戦場からは科学的、技術的な要素は消え、残っているのは人間的要素だけであり、ロシア軍の非軍事化と非ナチ化はまさに計画通り進んでいると指摘しました。3番目。ロシアはついに預金封鎖に向け政府が動き出しました。プーチン大統領は6月1日から金融機関が預金の引き出しを制限することができる大統領令に署名しました。当局は詐欺との戦いとしていますが、
本当の理由は、インフレ抑制と戦争遂行の資金調達だと考えられます。これにより、ネット詐欺からの保護という名目で、中央銀行の決定に基づき、各銀行は、1日あたりの引き出し額を、5万ルーブル7万5千円以下、あるいは、1ヶ月あたり10万ルーブル15万円以下に制限することができるようになります。記事によると、ロシアの銀行では、高金利により、預金残高が昨年比 65% 増え23兆ルーブルとなりました。この引き出しを制限することで、政府は戦争遂行の費用を調達することができ、また、引き出しを制限して使うお金が減れば、インフレの抑制にもつながります。ロシアでは、旧ソ連時代の1947年に、第二次世界大戦の戦費を調達するために預金凍結を行い、さらに新たな通貨を発行してタンス預金を無効にしたことがあり、同時にソ連全土で飢饉が起き、100万人が死亡したと言われています。金融アナリストのズベッツ氏は、インフレが加速すれば預金封鎖の可能性があるとしています。それでは各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、これまでこの分野で起きた様々な出来事を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。また、海外から毎日聞いている人が一定数いますので、数時間後に聞き取りやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスク。ウクライナ軍が越境攻撃を行い侵攻したベルゴロド。そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温11度、最低気温8度。今日の天気予報も雨となっています。この方面でルシアン軍は27回の攻撃、37回の空爆を行い、作戦のペースを上げています。1番目。バシフカでは、ルジアンが前進し、ウクライナ軍はドローンで応戦していますが、ルジアンが次から次へと兵士を投入しているため、わずかずつ前進しています。また、集落の中央部と南で、ウクライナ軍の車両が破壊されているのが確認でき、集落中央部をめぐり地上戦となっています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団のもので、地図の住宅に陣取っているルジアンの様子となっています。戦況図では、この場所まで、ルジアンが 1.3 キロ前進して占領したとして更新しました。2番目。また、オレシュゲの東の森林地帯では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが前進し、ウクライナ軍がドローンで排除しています。こちらは、ウクライナ軍の第82エアアサルト旅団のもので、地図の付近の様子となっています。戦況図では、この場所まで、ウクライナ軍の占領地を1キロ縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。ベルゴロド方面。この方面では、ルジアンが奪還作戦を本格化させました。そのうち、デミドフカの北の公共施設では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が空爆を行っていて、その位置からルジアンが集落に入ってきたことが確認できます。ご覧いただいている静止画はウクライナ空軍のもので、地図の建物に精密誘導爆弾を投下しているところとなっています。新年度にあたり、動く絵を見てスカッとしたい人は、概要欄をお読みになってください。戦況図では、ウクライナ軍の占領地を200メートル縮小させ、係争地の拡大として更新しました。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは7回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍により撃退され、戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。
クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で9回、スバトベクレミンナ戦は26回、シベルスク周辺では3回、チャシフヤール方面で7回、トレツクの方向は19回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ルジアンがウクライナ軍の防衛の弱点を探して攻勢を仕掛けています。そのうち、クピャンスクの北のカリノベ付近では、複数の情報によると、ルジアンが前進したことが判明し、その範囲をウクライナ軍の支配地と係争地から一部ルジアンが占領したとして更新しました。この付近は、昨日の動画で、キンドラシフカに攻撃があったとお伝えしましたが、同時に、その南でも攻撃を行い、前進したことになります。面積は1平方キロになります。トレツク方面。この方面では、建物ごとに支配が変わる市街戦とともに、ルシアン軍が郊外で新たな突破口を開こうとしています。ウクライナ軍の第28機械化旅団のアルヒモフ指揮官は、ウクライナのテレビニュースに登場し、この方面の戦況について、前線はちょうどチェス盤のようなもので、1日数回地上戦になるかと思えば、敵はただ陣地をすり抜けて後方に抜けようとすることも多い。敵は単独行動で歩けるだけ歩いて塹壕を掘るのが仕事だが、そのような古いワグナーの戦術はドローンにすぐに見つかり難しいと説明しました。1番目。市街地の北西の端にある住宅地では、3月29日にウクライナ軍が反撃したとお伝えしましたが、その後、ルシアン軍がサーモバリック爆弾を投射して、ウクライナ軍の前進を阻止しています。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃の着弾位置から、自軍の陣地にも影響を与えたと考えられ、戦況図では、その範囲をルシアン軍の占領地を縮小させ、係争地の拡大として表示しました。2番目。また、市街地中央にあるボタ山の近くでは、ウクライナ軍がドローンでルジアンの補給ポイントに攻撃を行いました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、地図の家の様子をピンポイントで観察しているところとなっています。こちらは戦況図に変更はありません。それ以外には戦況図に影響のある情報はなく、ルシアン軍はトレツクを抜けることができず、苦戦しています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では不特定の回数、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で13回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ウクライナ軍が奪還し始めたところに、ルシアン軍が増援を送りましたが、次第に疲弊してきていて、再度ウクライナ軍が局所的に反撃を行っています。1番目。コトリネの南集落の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が反撃を行い、陣地を奪還して、ルジアンの補給線を切りました。その後、ルシアン軍のドローンが奪われた陣地に攻撃を行ったことから判明しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の光ファイバードローンのもので、地図の場所の様子となっています。今のところは係争地のままで、戦況図に変更はありません。2番目。西側正面のボホダニフカでは、ルシアン軍が機械化攻撃を行い、ウクライナ軍も装甲車とドローンで応戦しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第72機械化旅団のもので、地図の場所で沼にはまって動けなくなったルシアン軍の貴重な戦車をじっくり観察しているところとなっています。この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面でも、ルシアン軍が
ウクライナ軍の防衛線の穴を見つけて突破を図っています。一方、ウクライナ軍も隙あらば反撃を行う姿勢を見せていて、そのうち、ロズリフでは、ウクライナ軍が集落を奪還し、ルジアンが砲撃とドローン、サーモバリック爆弾でウクライナ軍のいる陣地に攻撃を行っています。ご覧いただいているのはルシアン軍のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、昨日の動画で、ルジアンが集落内の5カ所に旗を立てて占領を主張したところでしたが、戦況図では、ロズリフの占領地を縮小させ、集落全体を係争地として更新しました。後方地域。ウクライナ国防省の主要情報総局 GUR では、クリミアで無人機攻撃を行い、上陸用終艇3隻と対空ミサイルの通る M2 を破壊したと発表しました。1分ほどの映像では、ロシアン軍の対空ミサイルをかわし、ウクライナ軍が作戦目標に近づいているところが確認できます。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは10回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、ロシアン軍の前進は確認されませんでした。その他、イズベスチアによると、ロシアでは、住宅ローン金利の上昇、融資審査が厳格になったため、マンションのカップ販売が流行しています。カップ販売は、契約後から住むことができ、代金は、その後何回かに分けて支払う方法で、新築マンションだけでなく、中古市場でも、すでに4割から5割の物件で、分割払いで不動産を取引しているとのことです。不動産の分割払いは合法ですが、非常に危険で、売り主は、代金の受け取りが途中で滞った場合、裁判を通じて解決するしかなく、ロシアでは、裁判所の手続きが滞っているため、解決できないか、できるとしても気が遠くなる時間がかかります。また、買い主は、代金の支払い途中で売り主が破産、夜逃げした場合には、お金も戻らず、住んでいる家も失うことになり、中には破産するのを隠して不動産を売りつけることもあり、非常に危険な取引となります。しかし、他に方法がなく、ロシアではモスクワといえども、インフレを考慮した不動産価格は絶賛下落中となっています。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、YouTube で見ることのできない過去の動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。